じゃあ中国の話もあったことで、こういうのは最近どうですか？海外からのオファー。今はそれこそ中国オンリーって感じで、うん。6、7年前ぐらいうん。かな、スペインからのおう。仕事で、ツークル作品のテレビシリーズっていうのを作ったんですよ。うん。作って、あとは向こうで、北米でまず審査があるんですよね。うん。内容チェックと、あとは、英訳しなきゃ世界的に売れないみたいで、英訳して、で、向こうで出品したとこまではしてるんですけど、あとは、もう段階結局作るだけなんで、うん。ただなんとなく風の噂でスペインでは放送しなかった的なことは言ってるんですけどね。ボードゲームのちっちゃいフィギュアから、それをお菓子メーカーがアニメ化しましょうっていうんで、発注が来て、だから日本語用でアフレコダビングまで終わらせて、完成させて、あとは向こうで買い付けして、向こうが翻訳して流しますよっていう契約だったんですけど、楽しくできた作品なんですけどね、なんか、なくなっちゃいました。ネットフリックスとかそういうののあれは話は来てない。ネットフリックスじゃない方の、ない方。もう一個、Hulu とか。もう一個ね、それなりに名前聞けば思い出せるんですけど、なんかそっからの仕事は一個あったんですけどね、それも2年ぐらい前かな。2年ぐらい契約がどこまでで何を作るっていう風になってなかったみたいで、出来上がるのに時間がかかっちゃって、僕自体の契約の時間が終わっちゃったんで、そこはそのまま降りちゃったって形なんですけど、オファーはね、それなりに来てると思うんですけど、日本側がそれをうまく回せるスキルがないと、うまくいってないっていうのが多いですね。昔はね、それこそ東映仕切りで、韓国のテレビシリーズを結構いっぱい作ったんですよ。もう最後でもう20年以上前だと思うんですけどね。結構それはね、結局東映仕切りだったからうまくいってたのかなっていう感じはあるんですけど、僕が入った頃は、東映が韓国を下請けとしてやってる時代があったんですけども、で、韓国がね、オリンピック、1988年に向けて、そろそろ自国のアニメを作りましょう、みたいな雰囲気になってきたんですよ。でもぶっちゃけ、自分のとこだけだと、スタッフはいるんだけど、作れないんで、監督は、日本人、僕なり他の人なり出して、日本人が関わってませんよっていう形で作ってたんですよね、結構。でその後ぐらいから、日本人のテロップも出るようになってきたりして、一緒に作ってますみたいな感じで。でもそれも20年ぐらい前で終わって、今はほとんど中国しか聞かないかなって感じですか。わかりました。では、次のテーマに行きたいと思います。作品へのこだわり。難しいな。難しいね。漠然としてるね。原作ものをひたすら作ってきたっていうのもあって、その原作を漫画で知ってる人たちは、このアニメになった時に、一番何が見たいのかなとか、この自分の好きなキャラクターがどう動いてくれたら嬉しいかなっていう、視聴者が何を求めてんのかな、きっとこうだろうっていうのが一番こだわってるとこですかね。よくあるんですけど、自分のワンピースはこうだろうとか、そういうんじゃなくて、原作者の思ってるワンピースはこうだろうっていうスタンスで作ってるっていう感じです。そこがこだわってるところですかね。自分を出したいっていうことではないんだよね。そうですね。そのキャラクターが、その本質は何だろうかな、原作の世界を再現するとか、そういうところっていうことですね。そっちの方が大きい置いてる感じ。その辺は基本僕も同じスタンスなんで、仕事やっててやりやすいんだよね。細田君とは。次行ってみましょう。監督はスタッフをどうまとめている？どうですか？うちらと違って監督だから全分野にわたってるわけじゃない。そうですね。脚本家から関わって流れの中で、原画さんや美術さん、最後は声優さん、音響さんって編集をする人、フィルムに仕上げてくれる人まで時には
関わるわけでしょ。で、しかも、場合によっては原作者とも、こう、意見交換するケースも出てくるわけでしょ。まあ他の人は分かんないですけども、僕自身って結局自分一人じゃ何にも作れないわけで、まあ原作ものがあったとしたらそこからシナリオを起こすときに、ライターさんにこんな感じでっていうお願いをすると。でそれを元にしてコンテは切るけども、そこから今度はキャラデさんにこういうキャラにしたいとお願いして、原画さんにはこういう形のカットで描いてくださいみたいなお願い。美術さんには美術設定をこんな感じので作ってください。基本的にはだから全部お願いベースっていうかね、自分が作りたいものっていうのは漠然とはあっても、全部人の手を借りて作ってるんで、まあ、あとは筆子さん、編集さん、まあ、最後の過程まで含めて、まあ、全部お願いなんですよね。お願いしますもっていう感じの作り方ですね。う、自分じゃ書けないものね。そういう意味でも、書けなきゃ美術も書けないし、完全な確立したイメージになればね、宮崎さんみたいな人とか、ああいう感じで、ああいう人本気出したら別に一人で作れちゃうわけで、時間さえあれば。まあ、そういうのとは違って、まあ、みんなで作りましょうっていうスタンスですかね。